皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私は日本語コーチのしおんです。今日もポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。皆さんは最近お元気ですか？私はね、結構元気です。はい。仕事がね、ちょっとバタバタ忙しい時期でもあったんですけど、はい。なので少しね、リフレッシュしたいなと思っています。皆さんは忙しくて疲れたっていう時はいつも何をしてリフレッシュしていますか？私は出身が北海道なんですけど、北海道に住んでいた時はよく仕事が忙しくて疲れたなーっていう時はいつもね、温泉に入ってリフレッシュしていました。温泉とかサウナですね。はい。とっても大好きなんですけど、よく入りに行ってました。結構毎週のように行ってたかもしれない。それぐらい温泉とね、サウナが大好きなんですけど、皆さんは何をして過ごしていますか？ストレスが溜まった時とか、忙しくて疲れた時、何をしたら一番リフレッシュできますか？どうかな？ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい。で、私ね、温泉がさっきね、好きって言ったんですけど、実はね、私沖縄県に住んでるんですけど、沖縄は温泉が少ないんですよ。そう。温泉に行こうと思ったらね、ちょっと車で何十分か走んなきゃいけなかったり、気軽に入れる温泉みたいなのがないんですよね、あんまり。はい。なので今ね、すごく温泉に行きたいです。多分沖縄ってもう半年以上もう夏みたいな感じで暑いからあんまり温泉が少ないのかもしれないんですけど、そう、北海道にいた時は寒いのもあったし、冬はすっごく寒くなっちゃうので、体を温めるためにもよく温泉に行ってたんですけど、そう、でも沖縄にはね、あんまり温泉がないので、ちょっとね、北海道に帰って温泉たくさん入りに行きたいなと思っています。はい。じゃあここでね、皆さんにもちょっと聞いてみたいことがあるんですけど、皆さんは温泉に入ったことありますか？日本といえば結構お寿司とかアニメとか、あとはシンボルで言うと富士山とか、いろいろね、思い浮かぶものあるかなと思うんですけども、日本代表する文化ですよね。温泉。はい。皆さん知ってるんじゃないかなと思います。日本に来たことがある方は、温泉に行ったよっていう方いるかもしれませんね。どうですかね？皆さんは、日本に来たことがある方は、温泉に入ったことありますか？はい。でもね、まだ日本に来たことがない方とか、温泉ってどんなものなの？とか、普通の、お風呂と何が違うの？と思うかもしれません。実はね、温泉はただお風呂の中に入るだけじゃなくって、日本の歴史とか文化と深く関係しているものになっています。なので今日は日本の温泉文化、そしてその歴史についてお話をしていきたいなと思います。まず、温泉とは何かなんですけど、これについて簡単に説明したいなと思います。そもそも温泉っていうものは、地下から自然に出てくる温かいお湯のことになっています。日本はね、火山がとても多い国なんですね。皆さんが知っている富士山も実は火山なんですね。なので日本にはたくさん温泉があります。実は日本には約3000以上の温泉地があると言われているそうです。日本全国いろんな場所にね、有名な温泉地たくさんあります。例えばもちろん北海道、すごく有名な場所いくつかあります。あとは長野とか、大分とか、鹿児島とか、熊本とかですね。あとはもう本当にいろんな場所、群馬とかも有名だし、日本中にね、有名な温泉たくさんあります。なので日本では温泉旅行っていう旅行とかもあるくらい、文化としてもとても人気かなと思っています。では日本の温泉文化っていうのはいつから始まったか皆さん知ってますか？これ日本人でも知ってる方少ないんじゃないかな。はい。実はね、
温泉の歴史っていうのはすっごく古いものになっています。日本では1000年以上前から温泉が利用されてたと言われています。例えば、奈良時代とか平安時代っていうね、時代があるんですけども、その時の記録にも温泉っていうものがね、出てきます。昔の人たちは、もう結構温泉に入ることで、体の疲れを取ったりとか、病気を治したりする、と考えて、利用していたようです。なので温泉はただリラックスするための場所じゃなくって、健康になるため、健康のための場所でもあったようです。実際に今でも温泉には疲労回復とか、血行、血の流れが良くなるとか、そんな効果がね、あると言われています。なので温泉とかに行くと、温泉の中にですね、効能って言って、この温泉の効果みたいなのが、わーっと書かれてるような、看板があったりします。あとは、皮膚に良かったり、美肌の温泉とか、いろんなね、タイプの温泉がありますね。あとは、日本の歴史の中で、温泉っていうのは結構多くの人に愛されてきました。例えば、昔の武士、侍みたいな人だったり、旅をしてる人とか、温泉に入って体を休めていたそうです。有名な温泉地の中には、とてもね、結構長い歴史を持つ場所もたくさんあります。例えば、道後温泉ですね。これ有名な温泉地なので、聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれないんですけど、愛媛県っていう四国の愛媛県にある温泉で、日本で一番古い温泉の一つと言われています。あとは、草津温泉ですね。草津温泉は群馬県にあるとても有名な温泉地です。日本人の中でも結構人気の場所になっていますね。あとは熱海とか、有馬温泉とか、いろんなね、有名な温泉地があります。じゃあ実際に温泉に入るとき、どんなことをするのか気になる方もいらっしゃるかもしれないですね。いくつかね、温泉にはルールがあります。例えば、温泉のお湯の中に入る前に体を洗うというルールがあります。日本では温泉は体を洗う場所とかではなく、体を温めてリラックスする場所になっています。なので先にシャワーとかで体をきれいに洗ってから温泉に入ります。あともう一つ日本の温泉文化で有名なのが裸で入ることですね。海外とかの温泉とかスーパーみたいな場所では水着で入るものが多いかなと思います。でも日本では基本的に裸で温泉に入ります。なので最初は少しびっくりする方もね、海外の方だといるかもしれないんですけど、日本ではそれが普通の文化になっています。結構ね、オンラインで今日本語私も生徒さんに教えてるんですけど、裸で入るのってことにとてもびっくりしている生徒さんよく見ます。そして温泉の楽しみ方はお風呂だけじゃないです。多くの温泉地には、旅館って呼ばれるスタイルの、日本の伝統的な宿ですね、ホテルがあります。旅館では、温泉に入った後に美味しい日本料理を食べたりとか、畳の部屋、ジャパニーズスタイルですよね。畳の部屋でゆっくり休んだりすることができます。温泉と、食事と、温泉地にはとても自然豊かな場所がたくさんあるので、自然、この3つを楽しむのが、日本の温泉旅行みたいな感じです。あと最近では露天風呂も人気ですね。露天風呂っていうのは外にある温泉のことになっています。例えば山の景色を見ながらとか、海を見ながらとか、雪を見ながら温泉に入ることができます。これは結構日本ならではの特別な体験かなと思いますね。私が行ったフィリピンには温泉って呼ばれる場所はあったんですけど、やっぱり水着を着て入るようなスタイルでしたし、
日本の温泉って多分ちょっと熱い、温度が結構高めで熱いかなと思うんですけど、フィリピンで入った温泉は結構温度が低くて、どっちかっていうと、なんか温水プールみたいな、ちょっと温かめのプールみたいな感じでした。はい。あとは日本で私がね、行った中で、好きな温泉地があるのでちょっと紹介したいんですけど、熊本県にある、黒川温泉っていう場所ですね。私が実際に行ってきた場所なんですけど、本当に、今までで一番良かったんじゃないかな。熊本の黒川温泉っていう旅館だったりとか、温泉地があるんですけど、一番良かったなと思います。私もね、まだまだ行ったことがない温泉地、有名な場所でもね、行ったことないとこたくさんあるので、私が今まで行った中では一番良かったなと思います。食べ物もね、美味しかったし、温泉もたくさん入れる、いろんなスタイルの温泉がたくさんあって楽しかったし、旅館も素敵な場所だったし、温泉地、街が全体的にすごくいい雰囲気で、すごくね、良かったなと思います。あとね、岐阜県の下呂温泉もうすごく良かったですね。下呂温泉っていう場所があるんですけど、岐阜県ですね。有名な愛知県名古屋のちょっと上にある岐阜県なんですけど、すごく良かったですね。下呂温泉もおすすめです。はい。なんかね、私、温泉地の雰囲気が好きなんですよね。なんか日本のちょっと伝統的なものが残っている。旅館って結構古いものが多かったり、昔から使われている建物だったりするので、結構日本の雰囲気が残っていて、すごく好きな場所ですね。はい。ちょっとフィリピンに私去年1年半住んでから、温泉地にまだ行っていないので、今年はね、どっか温泉地行ってみたいなと思います。行ったことがないのは、結構たくさん、行ったことない場所たくさんあるんですけど、大分の、日本でも結構有名な湯布院とかっていう場所は、すごく温泉がね、有名なんですよ。はい。あと、大分の、湯布院ともう一つね、有名な場所があったんですけど、そこと、あとは、草津温泉とか、はい、行ってみたいですね。ぜひね、日本旅行に来られる方、タトゥーが入っていて、ちょっとみんなと同じ温泉に入ることは難しいって方も、貸し切り風呂っていうのがあったりする旅館とかもあったり、もうお部屋の中に、温泉が出てくるような、ホテルもあるので、そう、客室露天風呂って言うんですけど、客室の中に、露天風呂があったり、客室にお風呂が、温泉で出てくるような、宿もあるので、ぜひね、入ってみてほしい。皆さんにも。はい。なんか、あまり文化として、お湯に浸からない方もいらっしゃるかなって思うんですけど、入ってみると、たくさん汗もかいてデトックスされるし、その後に食べるご飯とかもなんかいつもよりね、美味しく感じるんですよ。たくさん汗をかくからかなわかんないけど。なんか美味しく感じたりします。なのでね、ぜひ日本に来たからには、一度はね、温泉入ってみてほしいなと思います。はい、結構ね、タトゥーが入ってる方とかはお断りされちゃうことがあるので、事前にタトゥーとかが入っている方は、貸し切りのお風呂があるかとか、お部屋の中に温泉が出る、施設なのかとかをぜひチェックしてからね、行ってみてほしいなと思います。はい。ということで、今日は、日本の温泉文化について紹介をしました。日本にはね、たくさんの温泉があって、昔から多くの人に愛されてきていて、今でもたくさんの人に愛されていますね。はい。で、温泉はただ体を温めるだけではなく、結構心もリラックスできたりとか、リフレッシュできる場所になっています。はい、そして日本の自然とかね、文化をゆっくり感じることができる場所でもあるかなと思います。もし皆さんが日本に来る機会があれば、ぜひ日本の温泉体験してみてほしいなと思います。きっと日本の文化はね、もっと深く感じることがね、できるんじゃないかなと思います。皆さんは温泉に入ったことありますか？それとも入ってみたいと思いますか？ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。あとですね、リクエストも
大歓迎です。このポッドキャストでこういうテーマについて聞きたいとか、これがわからない日本語についてのご質問でも OK です。みたいなのがあれば、ぜひコメントにどんどん書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。またねー。